みんな、おはようなのだ。動画のナビゲーター、ずんだもんなのだ。今日はね、ずんだもんの故郷でもある、この素晴らしい国、日本を紹介するのだ。実はね、みんなが当たり前に使ってる、日本っていう国名なんだけど、なんと、我が国の名前は日本です。で、直接定めた法律は、今の日本には存在しないのだ。びっくりなのだ。不思議なのだ。そんな日本で、今日ずんだもんが紹介するニュースは、全部で5つなのだ。中でも特に注目なのが、5つ目のニュースなのだ。フジロックの驚きの週末は、過去最高の出来だった、という記事なのだ。ねえねえ、2025年のフジロックフェスティバルは、驚きがいっぱいで、今までで一番最高の週末になったみたいなんだよ。中でも特に注目されたのは、なんと山下達郎さんが初めてフジロックのグリーンステージに登場したことなのだ。去年の土曜の夜はもう会場がパンパンで、何千人ものお客さんがぎゅうぎゅうに詰めかけて、あの伝説のアーティストを一目見ようと大興奮だったらしいのだ。身動き取れないくらいの大混雑だったんだって。でもね、山下達郎さんはみんなの期待を裏切らなかったのだ。もうフジロックにぴったりの本当に素晴らしいショーを見せてくれたんだよ。彼の1982年の名曲「スパークル」のイントロが始まった瞬間、会場はもう大歓声に包まれたのだ。それから70年代のサイレントスクリーマーでは、昔ながらのファンクでみんなノリノリで踊りまくったらしいのだ。そして一番のびっくりサプライズはプラスティックラブの演奏の途中だったのだ。なんと山下達郎さんの奥さんで、ずんだもんも大好きな歌手竹内まりやさんがステージに登場したんだよ。J-POP の歴史に残る名曲を夫婦2人で一緒に歌ったのだ。これは本当に J-POP を代表する曲の記憶に残る共演になったらしいのだ。会場中がもう熱狂の渦だったんだろうなのだ。記事のリード文には、ヘッドライナーのヴァンパイアウィークエンドの前に RADWIMPS のボーカル野田洋次郎さんもグリーンステージで全力のパフォーマンスを見せて会場を盛り上げたって書いてあったのだ。今年のフジロックは本当にサプライズと感動に満ちた忘れられないイベントだったんだね。ずんだもんも来年は山下達郎さんと竹内まりやさんの共演を生で見てみたいなのだ。もしこの動画が面白いなって思ったら、高評価とチャンネル登録もぜひぜひお願いするのだ。それじゃあ、今日も一緒に日本のニュースを楽しく見ていくのだ。さあ、今日は東アジアに位置する島国、日本の魅力に迫ってみるのだ。日本は太平洋に浮かぶ4つの大きな島と、数えきれないほどの小さな島々からなる国なのだ。その中心となる首都は世界有数の大都市東京。近代的な高層ビルが立ち並ぶ一方で、歴史的なお寺や庭園も共存するとても魅力的な街なのだよ。歴史を振り返ると、縄文時代にまで遡る長い歴史を持つ国で、古くから独自の文化を育んできたのだ。政治体制としては天皇陛下を象徴とする立憲君主制を採用しており、国民が選んだ代表による議会政治が行われているのだよ。人口はおおよそ1億2000万人。世界的に見ても人口密度が高い国の一つなのだ。経済面では自動車、ロボット、電子機器といった最先端技術で世界をリードしているのだ。一方でアニメや漫画、ゲームなどのポップカルチャーは世界中で愛されており、茶道や華道、武道といった伝統文化も大切に受け継がれているのだよ。和食はユネスコ無形文化遺産にも登録されていて、その繊細な味わいは多くの人々を魅了しているのだ。最近では SDGs への取り組みや持続可能な社会を目指すための技術開発、そして再び活気を取り戻しつつあるインバウンド観光が注目されているのだよ。古き良き伝統と最新の技術が融合した多様な魅力にあふれる国、それが日本なのだ。ぜひ一度訪れて、その素晴らしい文化や人々に触れてみてほしいのだ。
一つ目のニュースなのだ。ハマス、イスラエルが条件満たせば人質への支援を許可と表明という記事なのだ。ハマスはイスラエルが条件を満たせば人質への援助を許可するって言っているのだ。先週、痩せ細った人質の映像を公開して西側諸国からすごく批判されたからその対応らしいのだ。ハマスは日曜日に国際赤十字と協力してガザの人質に援助を届ける準備があるって発表したのだ。でもそのためにはイスラエルが恒久的な人道回廊を開くことと援助物資を配っている間は空爆を停止することっていう条件があるのだ。イスラエル政府によると今もガザには人質が50人残っていてそのうち生きているのはたった20人しかいないって考えられているのだ。これまでハマスは人道支援の団体が人質に会うことを一切許してなかったのだ。だから人質の家族の人たちも大切な人がどんな状況なのかほとんど情報がなくてとても心配しているのだ。とにかく人質のみんなが無事に援助を受けられるようにそして早く安全に帰れるようにスンダモンを心から願っているのだ。二つ目のニュースなのだ。石破氏終戦記念日に試験表明せずかという記事なのだ。みんな聞いてほしいのだ。石破総理が今年の8月15日つまり日本が戦争に降伏して80年になる記念の日に個人的な談話を発表しないことに決めたそうなんだなのだ。これは情報筋が教えてくれたのだ。それに日本が正式に降伏文書に署名した1945年の9月2日にもやっぱり談話は出さない可能性が高いみたいなんだなのだ。政府の偉い人や石破総理の自民党の議員さんが土曜日に話していたのだ。石破総理は今戦争の歴史をしっかり見直した結果に基づいていつ談話を発表するのが一番良いのかそのための適切な時期をじっくり探しているところなのだ。だから今は発表を待っててほしいのだ。3つ目のニュースなのだ。トランプいかに気候変動の現実を歪曲するか日本の加担を得てという記事なのだ。済んだもんなのだ。トランプ大統領が地球温暖化を無視して化石燃料をものすごく推し進めているのだ。特に液化天然ガス LNG をガンガン輸出しているのだ。そして日本もこの動きに深く関わっているのだ。トランプ大統領はドリル、ベイビー、ドリルって言ってアメリカの石油やガスの生産をすごく増やしているのだ。貿易交渉ではたくさんの国にアメリカのエネルギーを買うように求めていて日本もその一つなのだ。日本はアメリカから LNG をいっぱい買っているし日本の銀行はアメリカの LNG 輸出プロジェクトに一番お金を出しているのだ。ある日本の大手電力会社はアメリカからのガス供給をめちゃくちゃ増やしているのだ。でもこの動きにはいろんな問題があるのだ。アメリカ国内ではガスが増えすぎて家庭のエネルギー代が上がっちゃうかもしれないのだ。それに世界的には LNG が供給過剰になるって心配されているのだ。特に中国やヨーロッパではすでに LNG の需要が減っているのだ。日本のガス需要も年々減っているのに日本企業はアメリカからたくさんの LNG を買う契約を結んでいるのだ。このせいで日本の企業が大きな損失を出して海外の LNG プロジェクトから撤退するところもあるのだ。つまり日本はこれからずっとアメリカの LNG に高いお金を払うことになるかもしれないのだ。さらに深刻なのは環境や地域社会への影響なのだ。アメリカの石油やガスの生産ではメタンガスがたくさん出るのだ。これは地球温暖化を加速させる強力な温室効果ガスなのだ。メキシコ湾岸の地域では LNG 施設の建設が増えてそこに住む人たちが健康を害したり昔からやっていた漁業ができなくなったりしてすごく困っているのだ。こういう施設は特に貧しい地域や肌の色が違う人たちが住んでいるところに建てられがちだから不公平だって言われているのだ。トランプ大統領がアメリカのエネルギー支配の目玉って言っているアラスカの LNG プロジェクトもすごくお金がかかるし
環境団体からはカーボンボム、炭素爆弾って呼ばれていて、地球に悪い影響を与えるって心配されているのだ。ガスは石炭よりはマシって言われるけど、やっぱり化石燃料だから再生可能エネルギーへの投資の邪魔になるって専門家も言っているのだ。こんな風にたくさんの課題があるのに、トランプ大統領と日本が協力して化石燃料の推進を続けているのだ。これは本当に未来にとって良いことなのかな。澄んだもんはちょっと心配なのだ。4つ目のニュースなのだ。最新のタリズマン、セイバー合同軍事演習に初が満載という記事なのだ。アメリカとインド太平洋地域の同盟国が一緒に軍事演習をしているのだ。これはもしもの事態に備えてお互いに協力しやすくなるように新しい戦術や兵器をどんどん試しているからなのだ。特に今年のタリスマン、セイバーという訓練はすごかったのだ。7月13日から始まったこの訓練ではなんと80回以上も初めてのことがあったのだって。3カ国が新しいシステムを試したり、これまでやったことのない活動を一緒にしたりしたのだ。演習のディレクターであるオーストラリア陸軍のデイミアン・ヒルジュン将が教えてくれたのだよ。この訓練はオーストラリア全土で行われただけでなく、初めてパプアニューギニアでも開催されたのだ。そして今までで一番大きな規模の演習になったのだ。インド、オランダ、ノルウェー、フィリピン、シンガポール、タイという6つの国が今回初めて参加したのだよ。これらの新しい試みのおかげで協力体制がますます強まっているのだね。5つ目のニュースなのだ。フジロックの驚きの週末は過去最高の出来だったという記事なのだ。ねえねえ、2025年のフジロックフェスティバルは驚きがいっぱいで、今までで一番最高の週末になったみたいなんだよ。中でも特に注目されたのは、なんと山下達郎さんが初めてフジロックのグリーンステージに登場したことなのだ。去年の土曜の夜はもう会場がパンパンで、何千人ものお客さんがぎゅうぎゅうに詰めかけて、あの伝説のアーティストを一目見ようと大興奮だったらしいのだ。身動き取れないくらいの大混雑だったんだって。でもね、山下達郎さんはみんなの期待を裏切らなかったのだ。もうフジロックにぴったりの本当に素晴らしいショーを見せてくれたんだよ。彼の1982年の名曲スパークルのイントロが始まった瞬間、会場はもう大歓声に包まれたのだ。それから70年代のサイレントスクリーマーでは昔ながらのファンクでみんなノリノリで踊りまくったらしいのだ。そして一番のびっくりサプライズはプラスティックラブの演奏の途中だったのだ。なんと山下達郎さんの奥さんで澄んだもんも大好きな歌手竹内まりやさんがステージに登場したんだよ。あの J-POP の歴史に残る名曲を夫婦2人で一緒に歌ったのだ。これは本当に J-POP を代表する曲の記憶に残る共演になったらしいのだ。会場中がもう熱狂の渦だったんだろうなのだ。記事のリード文にはヘッドライナーのヴァンパイアウィークエンドの前に RADWIMPS のボーカルの田洋次郎さんもグリーンステージで全力のパフォーマンスを見せて会場を盛り上げたって書いてあったのだ。今年のフジロックは本当にサプライズと感動に満ちた忘れられないイベントだったんだね。澄んだもんも来年は山下達郎さんと竹内まりやさんの共演を生で見てみたいなのだ。今日は日本の魅力から世界の課題、そして平和への願いまで様々なニュースをお届けしたのだ。政治や環境、国際関係からエンタメまで、澄んだもんはこれからもいろいろな情報に注目していくのだ。また次回も見てほしいのだ。
ちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。